石破総理ずっと応援してるんですが、もし総裁選前倒しでやることになったら、今住んでる外国の誰か爆弾のところにいるいや、ならないですね、総裁選を前倒し。僕が見てる限りは。総裁選前倒しで、ちゃんと名前を出して前倒しすべきだって言えるほどの覚悟のある政治家はほとんどいませんでした。どっかの新聞社がやって、8人か10人ぐらいだけ前倒しした方がいいって言ってる人いたんですよ。青山さんとか、あとアベマに出てる小林さんとか。民意というので一応分かった、民意という形で選挙の結果が出たので、それはやっぱ総裁選前倒しした方がいいですよっていうのを、ちゃんと自分の名前を出して、それ言った人って10人ぐらいしかいないんですよ。前倒ししようぜって言ってる奴らって、裏金議員と統一教会で支援をしてる議員ばっかりなんですよ。で、そいつら結局自分の名前出して前倒ししようって言えないんですよ。後ろぐらいから。結局裏金議員が言ってんじゃんと言われるし、統一教会から支援されてるやつが言ってるじゃんってなっちゃうから、名前出せないっていう。いや、名前も出せないくせに石破総理を下ろしたいとかさ、さすがにちょっと人としてちっちゃくねって思うんですけど、元ドコモ社員の方のアベマとかによく出る小林さんで。小林さんが言ってるのは民意という形で選挙の結果が出たので、選挙の結果が出た以上はやっぱり前倒しをすべきだと。総裁選にしたとしても、石破さんはもう一回総裁選出れるんだから、だからやった方がいいという論理なんですよ。で、それをちゃんと僕名前出して言えるっていうのはきちんとしてるなと思いますけどね。いや、所詮だからさ、名前も出せないでさ、なんか下ろしたいよね、みたいなさ、密室政治をやろうとする人たちっていうのが、まあまあ言ってるんだなっていうね。いや、だからなんかさ、選挙の前ぐらいから高市さんとかがさ、覚悟決めましたとか言っててさ、名前出してないんだよね。前倒し賛成なんだけど名前は出しませんみたいな。あんたの覚悟はその程度かよとか思うんですけど、麻生さんも名前出したんですけど、で、僕の予想ですけど、麻生派は石破さんに立てつくということはしません。これ僕の予想ですけどね。で、なんでそうかというと、派閥というのが今唯一残ってるのが麻生派なんですよ。で、派閥の目的というのは、派閥の政治家が選挙で勝ち続けるということが大事なんですよ。で、石破さんは自分に歯向かうやつを選挙で公認しないという権限があるんですよ。例えばじゃあ前倒し派の人たちっていうのが名前が出ました。で、総裁選になる前に石破さんは解散する可能性があるんですよ。前倒し派が多数派になりました。で、前倒しで総裁選になるっていう時に、石破さんが、じゃあ衆議院解散するわって言って、衆議院解散して、その時に前倒しをしたいって言った政治家、自民党の政治家を全員公認しないっていうのもできるんですよ。裏金議員ですとか、統一教会から支援もらってますとかっていう人が、前倒しだって言って、その後公認されなかったら、めちゃくちゃ負けますよ。公認って別に自民党の公認というレッテルというより、自民党からお金がもらえるっていうのもあるんですよ。選挙になりました。選挙の資金ですよっていう形で公認されてる人はお金もらえるんですけど、お金ももらえない。自民党という肩書きも使えますってなると、それは負ける可能性あるよね。で、麻生派として麻生さんがそれやったら派閥の政治家が減る可能性あるじゃないですか。なので、そのリスクは負わないと思うんですよ。で、別に麻生さんとしても、別に自分たちの子飼いの議員の政策が石破さん経由で通ればいいよね。で、次に選挙があった時に麻生派が受かった方がいいよね。なので、石破さんを下ろすメリットってそんなにないんですよ。石破さんを下ろした後に、じゃあ麻生派から総理大臣出せるかっていうと、そこはわからないと。で、さらに、じゃあその後にまた選挙があった時に、石破さんを下ろしてもっと悪い結果になる可能性なんですよ。統一教会の支援をもらってましたっていう人が総裁になりましたとか、裏金議員が総裁になりましたって言ったら、それは自民党ふざけんなって言って、もっと麻生派の人数が減る可能性があるんですよね。であれば、石破さんに歯向かうというメリットがないと思うので、麻生さんは名前を書くとかはやらないんじゃないかなと。名前を書かないで前倒しっていうのは麻生派やると思うんですけど、名前を変えて明確に敵対した場合に、やっぱ派閥って良くないよね。昔ながらの自民党良くないよねっていう形で、もっと逆風が麻生派に来る可能性があるんじゃないかなと。年配になるにつれて自民党に投票する人の割合が多いけど、段階の世代がいなくなったら自民党は今より弱体化する。年齢的には、年齢上の人たちっていうのは立憲民主党と自民党に投票する人が多いっていうのがあるので、基本的にはだんだん弱体化はしてるんですよ。
公明党とかも減らしてるので、なので古い人というのが結構票を減らすよねっていうのが選挙をやるごとに起きているので、だんだん弱体化はするとは思うのですが、ただ他の党が政権を取る気がないんですよ。少数与党なんですよね、自民党って。なので自民党以外の野党、自民党公明党以外の野党がじゃあもう自民党から政権奪おうぜって言って、みんなで立憲民主党の党首を総理大臣にするのか、国民民主党の党首を総理大臣にするのか分かんないですけど、自民党の総理大臣じゃない人を主犯指名の時に書いたら、そこで首相が決まるんですよ。で、議席の数から言ったら、自民党、公明党よりも野党のが多いんですよ。なので、野党の政党の人たちっていうのは、自民党から政権を奪おうと思ったら、可能であるにもかかわらず、政権を奪おうとしない人たちなんですよ。で、これはだから、政権を奪ってしまうと、責任を持つことになるんですよね。例えばじゃあ、経済良くしたいよね。物価安くしたいよね。でも、原子力発電はしません。これ電気代上がるに決まってるじゃん。電気というのはどんな商品を作るときにもほぼ使われていて、電気代安くしたいんだったら原子力発電所を動かすしかないよね。新しく作るみたいな話をしてるわけじゃないですよ。すでにある原子力発電所は動かした方が電気代安くなりますよね。なんですけど、物価高は良くない。でも原子力発電はダメだ。みたいなところが言ってるから、それは政権取ったらどっちにすんの？原子力発電所動かすの？それとも物価下げるの？どっちなの？っていう答えを出さなきゃいけなくなるんですよ。なので、文句だけ言っていて責任を取る気のない人たちっていうのが野党で増えているっていうのが結構問題だと思うんですよね。例えば無農薬で農業をやりたいって言ってるところとか、じゃあ日本人ファーストって言ってる人たちっていうのが、じゃあ今後どういう法案を出して責任を取っていくのかっていうので、基本的には責任を取らない人たちっていうのが議席として増えてるっていうのが僕は結構日本の問題なんじゃないかなと思ってるんですよね。政権取れるんだったら取りますよって言ってるのって今のところ僕が知る限り自民党と国民民主党だけなんですよね。国民民主党は主犯指名何ですかっていうと玉木さんの名前書きますって玉木総理作りますって言ってるんですよ。でも他のとこって別にトップ取りますってあんまなってなくて、トップ取る気ねえんだなーっていう感じはしますけども、はい。デジタル庁子ども家庭庁が子どもの動画や出産体験記を定期的に配信する子どもと幸せというアプリを作ったらどれくらい少子化に効果があると思いますか？ありません。ほとんどないと思います。まずデジタル庁は頭が悪いです。デジタル庁で子供の虐待を AI を使って検知するツールを作るっていうので、10億円を NEC に払って作ったんですよ。で、その結果、作れませんでした。これ作れませんでしたなんだけど、10億円払ってるんだよね。すごいよね。そもそも論、年齢とか体重とか勉強の成績とかのデータ、ビッグデータを使うことで AI に読ませたら虐待される子供がわかるんじゃないかっていうのをAI で判定するみたいなんだけど、これそもそもそれが可能なのかっていう調査で数百万払ったら調査できるんですよ。で、調査した結果無理ですっていうのにすぐ結論出ると思うんだけど、これをやらないぐらい頭が悪いんですよ。AI って万能じゃなくて、世の中にこのデータがあったら判定可能だよね。でも、どうやって判定するかわからんけど、職人とかはなんか判定してるよね、みたいなのを AI に入れて出すというのは可能な場合があるんですよ。でも AI って銀の弾丸でもないし、魔法でもなくて、できないことはできないんです。デジタル庁で今一番偉い人ってね、ウェブデザイナーなんだよね。エンジニアでもないっていう。今回のって子供に関する虐待というのを身長、体重、学校の成績、出席日数とかで判定できるのかどうかっていうのは AI でもデジタルでもないんですよ。これは普通に統計だったり子供を見ている児童養護施設の人たちとか児童相談所の人たちとかが可能かどうかっていうのをまず聞き取り調査をすべきなんですよ。聞き取り調査したらいや無理だと思いますよってなると思うんですよ。で、それでもやるんだったら調査費をかけて調査しろなんだけど、調査もしねえのよ。バカなのか、自分が頭がいいと思ってるバカなのか、お金を使いたかったのか。これ結構あるんじゃないかと思うんですよ。子供庁ってね、若者が子供を産みたくなるための調査みたいなやつで、確かね、電通にね、数十億単位で払ってんだよね。確か電通とアコードで、子供庁の予算のね、広報予算、広告予算って結構でかいんですよ。
いや、それ普通に子供持ってるシングルマザーの家庭とかにお金配ればいいと思うんだけど、広報予算とかね、広告代理店にお金を払うと、広告代理店の人が政治家に吉名にしてくれるとか、多分接待してくれるとか、キックバックはさすがにないと思うんだけど、っていう感じでね、すごくどうでもいいことにお金を使うんですよ。なので、デジタル庁とか子ども庁というのがきちんとお金を使えるかっていうと、そうではない組織だよねというふうに僕は認識してるので、残念ながら少子化に効果はないんじゃないかなと思います。三原淳子さんだっけ？やっぱ無能がトップにいるとどうしようもないよね。これがさ、だから三原淳子さんとかがさ、私は頑張れます、無能じゃないんですって言って努力するんだけどさ、別になんか特に頑張らないでずっとそのままトップに続けるじゃん。日本ってこういうのがありがちですよねっていうね。無能で金を溶かしてっても別になんかそれが社会的にも責められないし、そこをなんとかしなきゃいけないみたいな責任感ないよね。僕、会社経営的なことをやってるからさ、売り上げ上げなきゃいけないよねとか、給料払えるようにしなきゃいけないとか、ある程度なんか、会社でポジションを持った以上は、それなりの責任というのを感じるんですよ。例えばじゃあサイトをやってますとかで、サイトの管理者だとしたら、やっぱりユーザーがある程度面白く使えるようにしようとか、快適に使えるようにしようとかって、売り上げ上がればどうでもいいやとかじゃなくて、なんとなく責任感的なものって発生するんですよ。会社経営者とか人と関わってる仕事やってる人は大体そうだと思うんだけど、大学の先生とかもさ、やっぱり自分の生徒に対してはある種責任感感じてると思うのね。授業料で金もらってるから別にこいつらがどうなると思えばいいやって思ってる学校の先生あんまりなと思うんだよね。困ってる生徒がいたら、俺そんな給料もらってねえよとか、お前の授業料が俺のところに来てるわけじゃねえよみたいなこと言わなくて、やっぱりある程度親身になってやると思うんですよ。そこら辺のなんか、立場による責任感、ノブレス・オブレージュ的なものというのを、民間経験ある人は感じると思うんだけどさ、やっぱ芸能界とか政治家やってる人って、責任感って発生しないんだろうねっていう気がしました。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。